あーすごい。秋田の乳頭温泉へ行った後に向かったのは山形の蔵王ライザワールド。宮城住川スノーパークへ行った時にスキー場でインストラクターをされているお姉さんつむぎママに教えてもらったんですけど、ここもペットと滑れるスキー場らしいんです。しかも樹氷と氷瀑まで見られるということでやってきました。ですがここで残念なお知らせが、なんとリフトに乗れるのは小型犬のみだったんです。仕方ないのでまた歩いて登ることにしました。今回の前半は映像を見てもらいたくてテロップの代わりにナレーションを入れてみました。テロップが欲しい方は字幕をオンにしてご覧くださいね。まだスキー場はオープンしたばかりでリフトも動いてないのでほとんど人はいません。小型犬以外のペットはリフトに乗れないということなのでリフトが動き出す前に登っちゃいます。サングラス忘れてきた。しゃあない。だめだ。もういい加減にして。雪の上を歩くとゴロンゴロンが止まらなくなるんですよね。早く来て。横に引っ張られ、下に引っ張られ、止まられ、足で踏ん張ってたらもう太ももが痛い。両太ももが痛い。だんだん風が出てきました。上に上がるにつれてガスが出てきて視界も悪くなってしまいました。この日はお昼頃から晴れる予報で、山頂からの景色は晴れてる時に見たいので先に氷瀑を見に行くことにしました。ここは一番上に行く第2ペアリフトの終着地点です。ここから氷瀑がある千人沢アイスガーデンへ向かいます。第2ペアリフトはまだ動いてないようですね。氷瀑方面は誰も向かってないようなので一番乗りできそうです。ここからはスキー場コース外となり自己責任となります。雪山登山に慣れてない方はガイドツアーに入られることをお勧めします。アップダウンがあるようなのでスキーにシールをつけたまま滑って降りることにしたんですが、いきなりこけちゃいました。結構雪面が硬くてボコボコになってるのでスキーに慣れてない私にはかなり厳しかったんですけど、初めて行くルートではスノボでこける方が大変なので頑張ってスキーモードで進みました。引っ張るな。トレース跡を進むと棚の引っ張りも加わってめちゃめちゃスピードが出るんですよね。トレース行くとめっちゃ進むから、ちょっとうわ、めちゃ下ってる。これはちょっとさすがにやばいね。スノボモードにしようか。でも絶対横方向に強く引っ張られると簡単にこけちゃうんです。滝のとこまで乗りで行って、でその下でつなげて上がろう。ちょうど貸し切りだったのでここから氷瀑までは棚を離して進むことにしました。急斜面やね。
すごい。氷瀑見えた。絶景。タナ。そうこうしてたら後ろから人がやってきました。急いで棚をつなぎます。タナおいで。あれ、おやつ食べ、おやつ。おやつ。おやつ、おやつ、おやつ。おやつ、あれ。食べれるかな。こんにちは。行くよ。ちょっと待って。そんな斜面降りないで、ちょっと。母ちゃん落ちるから。やめて。急な登りに来ると滑って上がれなくなってしまいました。そんな時はクランポンの出番。クランポンつけようか。スキー用のアイゼンです。よし。噛んでるね。噛んでる。やっぱ違うわ、全部。ボコボコだから、スノーシューの後で。それで噛みづらいんだな。基本的に皆さんスノーシューで登られるから雪面がボコボコになっててクランポンがうまく雪に噛んでくれない時もあったけど、なんとか脱出できました。大変よこれ。ね、タナピーは余裕ぶっこきね。ザックがなかったら滑ってるのにね。スキー場エリアまで戻ってきました。上に行くと予報通りガスも晴れて青空が広がってます。やっぱり最初に氷瀑に行って正解でした。動画では取りそびれたんですが、歩いてる途中で山形県から宮城県に入りました。この下は道路になってるんです。次は車でこの看板を見たいですね。右手に見えるのが蔵王山頂レストハウス。冬季はクローズしてますが、前回来た時は秋だったので、ここで軽く食事をいただいたことを思い出しました。はい、蔵王山レストハウスで小腹が空いたので、まさか7年後に麦さんじゃないわんことここに来るなんて、この時の私が知ったらショックで言葉を失っただろうな。だけど新たな家族と共に楽しく旅をしてるから心配しないでって付け加えたいですね。麦さん来たよ、ここまで。なんとか来れた。エメラルドグリーンの丘間は凍った上に雪が積もって真っ白で何にも見えませんでした。ちなみに秋に来ると丘間はこんな感じに見えます。
始めてから約6時間、なんとか山頂に到着しました。実はこの勝田岳山頂にも麦さんと一緒に来てるんですけど、ちょうど犬が苦手な方がいらっしゃってね。麦さんを見てすごく怖がるので、すぐ下山したんです。なので映像も写真もありません。残念だったけど、私の心には麦さんと来た勝田岳の映像が今も鮮明に残っています。こちらが2ヶ月前にタナと登った宮城住川スノーパーク側です。まあタナとはスキー場のトップまでしか登れなかったんですけどね。翌日のバックカントリーではすぐ近くまで登ってきたんですけど、ガスが出てきたのであと少しのところで引き返したのが心残りでしたが、今回はタナと山頂まで来れて感無量です。ここで少し休息してから滑って戻ります。おやつを食べてたら寝てしまったタナ。疲れてたんでしょうね。山頂からの下りは狭い上に人も多かったので、念のため広い場所まで歩いて降りることにしました。さあ、ここから駐車場まで一気に滑っております。疲れ。またか。ただいま。りんちゃん。
暑くなかった？すごい。天気がいいから、窓開けとけばよかったかなと思ったけど、平気そうだね。山でランチを食べ損ねたのでお腹ペコペコ。レストハウスのピザが美味しいと聞いていたので、ここでピザを食べて帰ることにしました。なんとピザ窯です。調べたらイタリアから直輸入の石窯を使った本格ピッツァがいただけるようなんです。これは楽しみ。レストハウスに巨大な氷柱ができてました。ゲレンデを眺めながらいただきます。ピザ特有のパリッとした薄い生地で、これも美味しかったんですけど、エビミルクが初めて食べる味わいで、これまためっちゃ美味しいんです。甘いピザが好きな方はきっとハマると思うので、ライザワールドへ行かれたらぜひ食べてみてください。今回は上湯共同浴場に入ってきました。入り口の箱に200円を入れて入るシステムです。強酸性の硫黄泉を源泉とする源泉かけ流しの温泉です。できます。湯船のみのシンプルな共同浴場でしたが、ちょうど貸し切りだったのでゆっくり浸かることができました。いいお湯でした。はい、ということで今日もめっちゃ疲れました。タナピも寝てしまってますね。2時半ぐらいかなにピザを食べたので、そんなにまだお腹空いてないんですが、せっかくなので山形のご当地グルメをいただきたいなと思って買ってきました。山形といえばこちら、芋煮。これもね、もうだいぶ前に山形に来た時に芋煮を食べた以来ですね。今回は米沢牛入りということで、こちらをいただきたいと思います。タナリンスズにはこちら米沢牛です。芋煮に一応米沢牛入りって書いてあるけど、せっかくなので私も少しいただこうと思います。これだけだとちょっと寂しいなと思ったので、もう一つ買ってきました。こちら特上握り寿司です。半額だったので思わず買っちゃいました。スーさんね、お魚好きだもんね、スーさんね。だから、そうね。スーさんの食べれるお魚は、ブリ、中トロ、大トロ、サーモンかな。このあたりが食べれるかなと思うんだけど、スーさんはさ、安い魚が好きなんだよね。スーさん、大トロ食べてみる？コン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 。わかんないか。ちょっとあげてみましょうか。で、ちなみに、りんたろうは多分、下にいると思います。確認しとこうか。下ですね。やっぱり下にいました。じゃあ、作っていきたいと思います。はい、タナタン、お肉焼きますよ。焼き出したらりんたろうも出てくるかな。はい、タナタン、起きたか。はい、起きたよ、タナティン。はい、タナタンが起きました。りんちゃんもおいで。お肉焼くよ。でもこの手のお肉は、リンクで食べないからね。1、2、3、4枚あるのか。今日はタナちゃん頑張ったから、3枚あげよう。3枚の中でちょろっとリンクに分けてもらってと。で、母ちゃん1枚いただきますよ。それにしてもね、ほんと、タナキの雪好きには参ったわ。やっぱり言ってるわ。
多いところで、あれするの大変だな。なんかね。まあ、だからって、人を避けてたら、もっとダメになっちゃうしな。難しいところだわ。あなた、いい匂いがしてるよ。あなたのお肉。今日いっぱい歩いたもんね。全然疲れてる感じなかったけど、多分もう一往復余裕でいけますね、この日は。ね。本当に。りんちゃんスーさんはいつもお留守番してくれてるから、美味しいお肉と魚をあげたいけど、最近あんまりお肉ね、あんまりだよね。たまに食いつくときあるけど。ちょっとだけね、りんちゃんスーさんにあげるね。あんまり牛肉食べないから、ちょっとだけ。りんちゃん、りんりん、ご飯。よし。私も焼いてこうか。焼いて鍋に入れよう。りんちゃん。りんりん。よいしょ。何を。さあさあ。牛乳入れていくよ。ちょっと待ってね、冷ましてるから。待って。じゃじゃーん。おー。あ、ネギは入ってなかった。ネギも入ってんのかと思ったら、ネギは入ってないね。里芋とぶなしめじと、こんにゃくと牛肉だね。ネギは、あ、りんちゃん出てきた。はーい。おう。よし。で、これに牛肉入れて、蓋をしてと。はい。じゃあ、たな姉さんどうぞ。ペロリ。ペロリ。ごく。あ、ペロリ。ごく。はい、最後の1枚。はい、ペロリと完食しました。はい。じゃあ、スーさん食べるかな？これスーさんの。ちょっとね、りんたろうが、たな姉がそばにいるから遠慮するんだよね。遠慮してるね。後であげよっか。はい、りんちゃんはいらない？あ、そう。後でお食べじゃ。
ったのは汁飲んどき。はい、ごちそうさまでした。美味しかったね。はい。匂い嗅いで。すさん、お魚あげようね。すさん。うん。お魚あげるね。お魚がいいね、あなたはね。ちょっと待ちなさい。じゃあ、まずは、ブリちょこっとね。ブリ。それから、中トロ。そして、大トロ。タナタンはもう今美味しいお肉いっぱい食べたから、ね。そして、サーモン。サーモンと。はい。これ後であげます。ちょこっとだけど、まああんまりたくさんあげるのも良くないと思うので。で、多分、りんたろうは食べないと思うから、これぐらいでいいか。よし。では、ワインを開けよう。美味しそうなさくらんぼのワイン。では、ワインからいただきます。めっちゃ甘い。ジュースみたい。ジュースって感じ。これはまた飲みすぎちゃうやつだ。アルコール度数が 5度しかないから、飲みすぎても大丈夫。これなら酔いません。よっしゃ、ちょっと危ないかな、こっち置いたら。さて、鍋が、いい感じにできてきました。では、もともと入ってた米沢牛。いただきます。この米沢牛も美味しい。里芋。よく味が染み込んでます。今日買ってきた米沢牛いただいてみます。めっちゃ美味しい。さっきの米沢牛はすんごい味が染みてたんですよ。これはまだあんまり味が染みてないけど、やっぱりこっちの方が美味しいね。一番好きな大トロから。私はね、好きなものから食べる派なんですよ。では、いただきます。これまたうまっ。次はウニ。よく味が染みてる芋煮と一緒に牛肉食べたらいいかも。美味しい。
美味しかった。ごちそうさまでした。なんかめちゃくちゃ疲れたけど、でも買っただけの山頂まで行けたっていうのが、やっぱり達成感はありますね。6年ぐらい前に麦さんと一緒に、その時は秋でしたけど登頂した買っただけ、そこに行けたっていうのも感慨深いものがありました。でも朝早く出発した割にはやっぱり時間かかってしまったので、やっぱりもっと早く登れるようにならなきゃいけないなって、私自身も体力つけなきゃいけない。あとタナはもう全然体力あるんだけど、右へ左へなんなら後ろへ引っ張られて、こけたりとかねっていうこともあって、結構今回はしんどかったなっていう感じでした。スーさん、はい、スーさん食べてごらん。お魚食べてごらん。お魚。スーさんお魚。そう。食べた。何食べた？マグロ。トロだ。トロから食べた。スーさん、あんた安い女じゃなかったね。美味しいお魚が好きなんだね。グルメだね。次はブリ行った。ブリ行きました。よくわかってらっしゃる。次はサーモンいった。そして中トロはいいの？食べた。やっぱりスーさんはお魚が好きなんだね。そして高い安いじゃなくて美味しい魚が好きみたいです。かなりこの方もお口が肥えてらっしゃる。うちの子みんな口肥えてるからな。はい、ごちそうさまでした。なんであんたたちは揃いも揃ってパソコンの上に乗るんですかね。ほんとなんでか知らないけどパソコンの上に乗るんだよな。ね。眠そう。眩しいのか。眩しいのね。目が開いた。やっぱり眩しかったんだ。ごめんね。そうでもないか。そうでもなかったか。はい。じゃあおやすみ。寝しよう。おやすみ。